異能もののけ録2百鬼夜行上旬。7月1日、夕方から雨が降り始め、遠くでは雷鳴が轟いていた。その日平太郎は権平と二人で権八に相撲の稽古をつけてもらっていた。二人は遅くまで稽古に励み、よほどくたびれたと見えて家に帰るや否や床についた。しかし平太郎は床に入ったはいいが、目が冴えてしまい一向に寝つけないでいた。平太郎様、平太郎様。平太郎を呼ぶ声がする。またしても権平だ。お恥ずかしい話ですが、どうも今晩はなんだか恐ろしくて、蚊帳の隅にでも一緒に寝かせてもらえませんでしょうか。平太郎は疲れているから恐ろしい心持ちになるんだ。それに権平が恐ろしいというのはいつものことではないか。と言って取り合わなかったが、権平も引き下がらない。なんだかんだと言い合ってるうちに、パッと障子が赤く光った。火事だ！平太郎がとっさに飛び起きると、光はスーッと消えてしまった。そのうちに家がガタガタと揺れ始め、再び障子が赤く染まった。権平、明かりを灯せ。しかし権平は念仏を唱え、ガタガタと震えている。平太郎は障子に駆け寄り開けようとしたが、一向に開かない。まるで誰かに押さえつけられているようだった。平太郎が力任せに障子を引いた。その途端、平太郎の体は何者かにつかまれ、宙に引き上げられた。何事かと目をやれば、巨大なひげ手が平太郎をつかみ持ち上げていた。そのひげ手の先は牛なら5、6頭あろうかという巨大な黒いもののけだった。その顔の真ん中には一尺二寸ばかりの縦長の目が一つ、ギラギラと光っていた。その縦長の目からは閃光が放たれ、目を開ければ昼間のように明るくなり、閉じるとその光が消えた。火事の正体はこの目玉だったのだ。ひげ手は平太郎をムンズと掴んだまま、ものすごい力で引っ張っている。平太郎は必死で柱にしがみついていたが、しばらくすると着物がビリビリと音を立てて破れ、その拍子に平太郎の体は巨大なひげ手からこぼれ落ちた。わずかな隙に枕元に置いてある刀を引き抜いて立ち上がった平太郎は、このもののけめ、退治してくれると叫んでひげ手に飛びかかった。ひるんだひげ手は一瞬にして平らになったかと思うと、するりと縁の下に潜り込んだ。平太郎もひげ手を追う。しかし縁の下に潜り込む寸前に思い直し、座敷を振り返った。平太郎は目を見張った。この一瞬の間に畳がすべて剥がされている。平太郎は座敷に飛び戻り、床板の下に片っ端から刀を突き立てた。手応えはなかった。そうこうしているうちに、隣の権八が驚いた様子で駆け込んできた。これは一体何事ですか？平太郎はさっきまで起こっていた怪を説明したが、
どうやらゴンパチの方でもおかしなことが起きていたようだった。ゴンパチも稽古が終わって床についていたところ、天目茶碗を持った小坊主がどこからともなく現れて、床の周りを2、3度回ったらしい。その顔は縦長の目が一つだったというのだ。ゴンパチは五体がすくみ、体がしびれたように動かなかった。そこに平太郎の屋敷からただごとではない物音が聞こえてきた。これはいけないと思い、なんとか体を動かし、駆けつけたということだった。もののけの特徴は、縦長の一つ目というところは同じだったが、大きさがまるで違っていた。そうこうしている間に、あたりは静けさを取り戻していた。そうだ、勝也と権平は？平太郎と権八は火を灯し、荒れ果てた屋敷を探し回った。なんとか二人とも無事の様子だったが、その日から勝也は、叔父の屋敷に預けられ、権平はよほど恐ろしかったのだろう。3日ほどして病にかかり、顔を見せなくなった。平太郎を心配した養父と叔父が、叔父の屋敷に来るようにと言ってくれたが、これしきのことで家を空けたと言われては口惜しいと、伊能の屋敷に一人残ることにした。平太郎は一人暮らしとなったのだ。2日、夜のことである。平太郎が行灯に火を灯すと、その火がみるみるうちに伸びていった。その火はどんどん伸びて、天井まで届くと、天井に燃え移り、メラメラと燃え始めた。しかし平太郎は昨日のこともあり、どうせまやかしだろう。自分に火が燃え移るまでは捨ておこう。と肝に銘じ見守っていると、案の定何事もなかったように元通りに戻った。すると今度は何やら生臭い匂いが漂ってきた。やがてどこからともなく水が湧き、寝ている平太郎の耳元まで溜まってきた。平太郎はこれもどうせまやかしだと、そのまま眠ってしまった。翌朝起きると、案の定、生臭い匂いは消えていたが、布団はぐしょぐしょに濡れていた。3日、平太郎は畳の表替えをした。納戸の柱に合わせて角を取っていた畳を寝床に敷いたために、畳の隅がぽっかり口を開けている。平太郎がその穴を眺めていると、スルスルと髪の毛が出てきた。その髪の毛はみるみるうちに長くなって、髪の毛に引きずられるように女の生首が出てきた。そしてその生首は転がるならともかくも歩き始めた。首を逆さまにして長い髪の毛を3束に分けて足のように動かし、器用に歩いている。平太郎は襲われる前に捕まえてやろうと飛びかかった。しかしその首はすんでのところでふっと消える。そしてまた湧いてくる。そんなことを何度か繰り返しているうちに、平太郎はバカバカしくなって捨て置くことにした。
するとその首が平太郎の膝にぴょんと飛び乗った。これが石臼のように重い。首はまたぴょんと跳ねて、今度は平太郎の肩に止まった。すると首は髪の毛を蛇のように動かし、平太郎の体を包んでうごめいた。そして女の首は舌を出して平太郎の方をペロリと舐めた。それから目や顔やへそや尻を残らず舐められてしまった。気持ちが悪いと思いながら耐えていると、その首はスーッと消えた。平太郎は気持ちが悪いので蚊帳をつって寝ることにしたが、今度は天井から青びょうたんがいくつも下がってきた。これが長くなったり湿っぽくなったりする。しかしそれ以上何をするということもないので、平太郎はそのまま眠ってしまった。4日、夕暮れに平太郎が茶でも立てようと桶から水を汲もうとしたが、7月だというのにどういうわけかカチコチに凍っていた。平太郎は火を起こしてどうにか氷を溶かそうと考え、焚き付けに火を灯し、火吹きだけで吹いた。しかし息が通らない。結局茶は沸かせなかった。仕方がないので寝床についたが、箱枕の中に入れていたちり紙が15枚ほど露に濡れたようになって舞い散った。どうもこうもないので平太郎は寝てしまったが、翌朝起きると唐紙やら障子やら壁やらにちり紙が貼り付いていた。5日、夕刻、平太郎が表座敷に入ると妙なものがあった。8、9人がかりもあろうかという赤い大きな石である。なぜこんなところにと不思議に思い見ていると、石の表面に目がパチリと次々に開いた。そして指のようなものがニョキニョキと生えてきた。石はその指をせわしなく動かし、平太郎に近づいてくる。気色が悪いので平太郎が避けると、避ける方に来た。その気色の悪い石は板の間でも台所でも平太郎について回った。平太郎は煩わしいので庭先に蹴飛ばした。転げ落ちた石はもうもうと煙を吹き始め、あたりが全く見えなくなるほどに吐いた。平太郎は何も見えなくなってしまったので寝てしまった。翌朝起きると、石は庭先にただ転がっていた。6日、井上家の会は町中の噂になっていた。大勢の見物人たちが集まり、毎夜大変うるさかった。そこでついにお役人からお触れが出た。町方ご家中、これ以降井上家を見物することまかりならず、ただし親切心より加勢するもの勝手次第。
井の受老頭は立ち寄りても構うことなし。それからは静かになった。その夜のこと、平太郎が屋敷の前の焚き木小屋に焚き木を取りに行くと、その小屋の間口いっぱいに巨大な老婆の顔があった。その顔が間口の隅から隅まですっぽりはまっていて中に入れない。老婆の巨大な顔は目鼻口がちゃんと揃っていて、お歯黒までしっかりつけたしかめっ面で、ただ虚空を見つめていた。平太郎がその顔を触ってみると、人と同じ感触でぬくもりもあった。押したり叩いたりしてみたが、虚空を見つめた老婆の顔は微動だにしなかった。平太郎は脇差しを持ってきて、老婆の眉間に突き立てた。しかし、その顔は石のように硬く歯が立たない。仕方がないので、手頃な石を持ってくると、釘を打つ要領で、その眉間に脇差しを突き立てた。何度も打ちつけるうちに、脇差しは少しずつ老婆の顔に突き刺さっていき、ついに柄の方まで突き刺さった。しかし老婆の顔は悲鳴も上げなければ血も出ない。相変わらず虚空を見つめたままであった。平太郎はそれ以上どうすることもできず、蚊帳をつって寝た。すると今度は布団の足元に何かある。足で触ってみると、それは氷のように冷たかった。冷たい死体のような感触だった。蹴ったり押したりしてみたが、びくともしない。するとその死体は平太郎の体をもぞもぞと股の方まで登ってきた。気色が悪かったが、それ以上どうもこうもないので、平太郎は我慢して眠りについた。翌朝起きてみると、布団の死体はなくなっていて、老婆の顔はというと、こちらも消えてなくなっていた。しかし、脇差しは、昨日、老婆の眉間に突き立てたあたりに、宙に浮いている。平太郎が不思議そうに眺めていると、その脇差しは、チーンと音を立てて落ちた。7日、この日、魔を封じると言われる代物が2つ、平太郎のもとに集まっていた。一つは、叔父の知り合いが持ってきた大東王将の疾病という代物で、これで足元を叩けば、もののけはいたたまれなくなり退散するというものだった。もう一つは近所の人が持ってきた太宰神社に納めてある八幡奉納の迷宮という代物で、この弓で音を鳴らせば魔を封じることができるというものだった。ちょうど隣のゴンパチも駆けつけたところで、霊言新たかな代物を持ち寄った二人が、それぞれに魔封じの儀式を行った。ゴンパチは逃げ出したもののけを打ち倒そうと、庭先で槍を構えている。
疾病で畳を叩き、名言が鳴り響く。平太郎はただそれを傍観していた。するとゴンパチが何やら黒い影が動いたと、その影めがけ槍を突き立てた。しかし槍は黒い影にたちまちに奪われ、勢い余った槍が座敷目指して飛んできた。そして疾病と名言をかすめて台所の唐紙に突き刺さった。皆はその槍を見つめて蒼白となり、これは何をしてもかなわないと言って、四つ時には皆帰って行ってしまった。8日、この日は久方ぶりに平太郎の友人6人が集まって輪を描いて座り、よもやま話に花を咲かせていた。そこへ突然、天井に塩俵がポッと現れて、どさりと輪の真ん中に落ちた。続けざまに天井の隅から高下駄が現れて、家紋に沿って高く飛んだり低く飛んだり、ふわふわと飛ぶと、押し入れの唐紙に下駄の刃でがぶりと噛みついた。それで友人たちは皆おじけづいて帰って行ってしまった。することもなくなった平太郎は寝床についたが、この日は蚊帳が真っ白になり、夜中中ずっと波打っていた。9日、夜中に戸を叩くものがあった。平太郎は不審に思ったが、戸口まで行って誰かと尋ねると、影山正太夫だという。この正太夫は先日、疾病を持ってきた男である。何でも家宝の守り刀を盗み出し、平太郎のためにもののけ退治に来たのだと言った。平太郎は、そんな大切な家宝を持ち出し、もののけ退治と言っても困ります。それに、もののけに刀など聞きません。と言って、帰ってもらおうと諭した。しかし、頑固者の正太夫は引き下がらない。我が家宝の守り刀の力見せてくれようぞ。さあ、入れろ平太郎。正太夫はそう言うと、無理に戸をこじ開け、屋敷に入ってきた。と同時に黒い塊が2つ、正太夫を押しのけ飛び込んだ。その塊はものすごい勢いでゴロゴロと屋敷の中を転げ回った。正太夫は、己出たな、もののけめと叫ぶと、家宝の刀を抜き、黒い塊を追い回した。平太郎は刀でどうこうできる相手ではないと正太夫を引き止めようとしたが、正太夫は平太郎を振りほどき、執拗に黒い塊を覆った。そして一つの塊を台所の隅に追い詰めて、家宝の刀を振り下ろした。金とものすごい音を立て、火花が飛び散った。もう一つの塊はなおも転がり続けている。正太夫はすぐにもう一つの塊を追い回す。やがて塊はあんどんに打ち当たった。あんどんが倒れて明かりが消える。暗闇にギンと音が鳴り、一瞬その火花で座敷の中が見えた。平太郎、二つとも切ったぞ。明かりを灯せ。正太夫がそう言うと、平太郎は
闇の中手探りで台所に行き、明かりを灯した。ほのかに明かりを取り戻した台所には、石臼の上台が転がっていた。座敷には石臼の本体が。正太夫は家宝の名刀を明かりに近づけてよくよく見てみた。刀は残らず刃こぼれし、胸のあたりまで傷が深く入っている。もう使い物にならないのは明らかだった。正太夫はわなわなと震え、この名刀は先祖代々より伝えられた我が影山家の家宝。我が身にも変えられぬ代物だ。お前のためを思い、もののけ退治をしてやろうと、父上、兄上から盗み出してきたが、こうなった以上、自害するほかない。正太夫はそう言うと、自分の腰につけた脇差しに手をかけた。平太郎はとっさにその手を止めて、早まってはいけません。ここはお父上、兄上に正直にお話しいたしましょう。私も一緒にお口添えいたします。と言った。しかし正太夫は、黙れと怒鳴ると、平太郎の手を払い、生蔵になった家宝の刀を自分の首に突き立てた。正太夫は仰向けに倒れ、首からは脈打つように血が噴き出した。平太郎は何とか助けようとあれこれするが、どうしようもない。名刀の刀も半分ほど引き抜きはしたが、正太夫はしばらくして息絶えた。平太郎はこの惨状を目の当たりにし、自分のために盗み出した家宝の刀を生蔵にし、正太夫まで死なせてしまった。これは死んで詫びるしか他ないだろうと考えていたが、今ここで影山家の者たちが来たら、正太夫をたぶらかせて家宝の刀を盗ませたと言われても言い訳できないと考え直し、一旦この正太夫の亡骸をどうにかすることにした。平太郎は納戸のつづらに正太夫の亡骸を押し込み、血のべっとりついた畳を剥がして軒下に隠した。壁や障子についた血もきれいにそぎ落とした。そうしてこの惨事をどうしたらよいものかといろいろと思案を巡らせたが、せめて影山家の者が正太夫を探しに来たとき、すべての成り行きを話した上で自害しようと考えた。途端にドンドンドンと戸が叩かれた。平太郎は覚悟し、戸をそっと開いた。そこには首に刀を突き立て血を流している正太夫の幽霊が立っていた。恨めしき平太郎、拙者一人命を捨て、己は命惜しみばかりではないか。と言って平太郎に襲いかかってきた。二人は上になり下になり取っ組み合いとなった。その時白みかけた空の向こうでゴーンと寺の鐘が鳴った。途端に正太夫の幽霊は煙のようにかき消えた。平太郎はしばらく門前で
呆然と立ち尽くしていたが、夜も明けてしまったので家に戻ると、つづらの箱を開けてみた。そこに正太夫の亡骸はなかった。軒下に隠した畳も見てみたが、血など一つもついていなかった。すべてはまやかしだったのだ。それ以降、平太郎は誰も信用できなくなってしまうのだった。